はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは東京の北の玄関口である上野です。今 JR の改札出たところですけれども、駅構内が広すぎてちょっと迷子になりかけてたところです。上野は新幹線も含めると全11路線が走ってるっていう超巨大なターミナル駅なんで、駅の出口が20個くらいあってですね、下手したら出口から出口まで10分くらい歩くようなレベルの広さなんですよね。で、駅ビルにはアトレが入っていて、あとハードロックカフェとかロックシタンとかシャレオツな店舗が駅中から展開しています。そしてやっと中央口から外に出れました。ぐるっと回るとこんな感じですね。ということで今回は東京の人気観光地の一つでもある上野の街並みや住みやすさについて見ていきたいと思います。まず駅を出て目の前にはマルイがありますね。こちらはファッション系はもちろんのこと、ニトリとかロフトとか無印良品とか生活用品系のお店もかなり充実しています。ただもう最初に言っておくと、上野は家賃がめっちゃ高いし、駅近は住宅街とかあんまないしで、住む街っていうよりは観光とかビジネスの街っていう感じですね。そしてマルイの脇から上野御徒町中央通りっていう上野から御徒町駅へ続く商店街が通っていますけど、こちらはちょっと後回しにします。まずは上野のメインストリートといってもいいアメ横の方に向かいたいと思います。上野といえば皆さんまず思い浮かぶのがアメ横とか上野公園とか上野動物園とかですかね。上野動物園は上野公園の中に入っているんですけれども、上野公園にはその他にも上野の森美術館、東京都美術館、国立西洋美術館といった数々の美術館の他にも国立科学博物館とか東京国立博物館など、あらゆる芸術的文化的な施設が集まっています。さらに上野公園の横には日本の芸術系大学のトップでもある東京芸術大学もあって、上野は芸術の聖地っていう一面も持ってたりするんですよね。そしてガード下をくぐると、その線路沿いに伸びているのがアメヤ横丁、通称アメ横です。アメ横は上野駅から御徒町駅までのおよそ500メートルの間に400店舗が所狭しと並ぶ日本でも屈指の商店街ですね。食品とか衣料品、化粧品、宝飾品、飲食店などあらゆる店舗が揃っています。この日は平日の昼に撮影したんで人通りも全然少ない方ですけれども、土日とか年末年始はマジでカオスなくらい人でごった返します。特に年末のアメ横の様子はテレビでもよく中継されるんで見たことある人多いと思うんですけれども、年始に向けたおせちの商戦が激化するんで、店も客もごった返してまともに歩けないレベルに年末はなります。そしてこちらもアメ横らしい風景ですけれども、ガード下の飲み屋では昼間から飲んでる人が結構います。こういうお店は道にせり出すように椅子とテーブルを置くから混んでる時は結構危険なんですよね。で、歩いていると分かるんですけども、アメ横は外国人の数がめちゃくちゃ多いです。歩いてるお客さんもそうだし、お店側も外国人がやってる飲食店とか年々増えてますね。特に中国、台湾、韓国、トルコなどアジア系のグルメの飲食店が急増しています。なんか聞くところによると、今やもうアメ横にいる人の5、6割が外国人観光客だそうですからね。歩いてみてもやっぱり中国人とかアジア系の人がかなり多いっていうのは肌で感じます。上野はターミナル駅ですし、成田空港を結ぶスカイライナーがアメ横のちょうど横にある京成上野駅に発着するんで、外国人観光客が来やすい場所なんですよね。ただ店側も外国人系のお店が増えてるっていうので、なんでだろうと思ってちょっと調べてみたんですけど、なんか基本的にアメ横全体の商売って年々下降線らしいんですよね。で、昔からやってる人たちも以前ほど儲からなくなってきてるっていう事情があるんですって。それで、そうすると下手に店開いて商売するよりも、店を貸し店舗として誰かに貸して家賃をもらった方が稼げるんじゃないかっていうなんか空気感になってるっぽくて、それでね、店を諦めた店主の方が店を畳んで賃貸に出すと、貸してほしいって言ってくるのはほとんどが資金力がある外国人なんだそうです。なんか日本の不動産が中国人に爆買いされてるっていうのも同様ですけど、こういう話聞くとやっぱり日本ってね、海外から見てどんどん安い国になってるんだなって思いますよね。
そもそも日本が外国人の人気観光スポットになっているのだって日本の物価が安いっていう理由からに他ならないですしね。で、あと当然ながらアメ横は治安が悪いです。渋谷のセンター街の上の番っていうか屈強な黒人も立てたりするし、酔っ払いも多いしで、あと最悪なのがトイレ問題で、アメ横って店の外にテーブル出してる飲食店が多いんですけど、圧倒的にトイレの数が足りてないっていう問題があるんですよね。僕前に夜チャリで上野走ってた時にアメ横の路上で用を足してる人とか見て無理だなって思いましたもんね。とそんなことを話しているうちにアメ横のゴールですね。アメ横を抜けるともう山手線の隣の駅の御徒町駅に到着します。御徒町はご覧の通りめちゃくちゃでかいユニクロと GU があったりとか、あと駅前にパルコや松坂屋があったりします。パルコは7階から10階に東宝シネマス入ってるんで映画も見れますね。そしたら一度アメ横の入り口の交差点ですね、駅の不忍改札の出口に戻って違う方面を歩いてみたいと思います。不忍口出てすぐ隣にあるのは上野の森桜テラスですね。和洋中のレストランとかバー、カフェ、パン屋とかね、19の飲食店が揃うグルメスポットになっています。この建物の背後はもう上野公園なんで自然を見ながらご飯を食べれたり、あと屋上からそのまま公園にも出ることができます。なんで上野公園でデートしたりとか美術館や博物館巡りをした帰りにこの上野の森桜テラスでご飯を食べるってのが上野リア充のやり口です。絶対許せないですよね。そしたら上野公園はまた後ほど行くとして、その前にちょっと夜系のお店が集う商店街を見に行きたいと思います。アメ横と中央通りに挟まれる形で建っている細い建物はこれヨドバシカメラですね。そしてその向かいには上野公園の森と、あと京成上野駅が見えます。ここで上野のアクセス情報についておさらいしておきますが、まず上野は乗り入れている路線の数が半端じゃないです。JR 山手線、京浜東北、東北本線、あと常磐線、高崎線、上野東京ライン、東京メトロの銀座線、日比谷線、あと JR 東北新幹線と、上越新幹線、北陸新幹線、当然11路線ですかねが乗り入れてます。山手線で東京の主要駅へは1本で行きますし、京浜東北では埼玉方面も行けるし、常磐線では神奈川方面も行けるし、あと京成上野駅使えば成田空港も行けるし、新幹線も通ってるんで遠方にも出やすいしで、アクセスに関してはもうこれ以上ないほど便利です。それこそ昭和の時代なんかは地方から上京してくる若者がまず最初に降り立つ駅が上野っていう立ち位置でした。ただやっぱりその分家賃は高いです。ワンルーム 1K で10万超えてくるっていうのも全然珍しくないですし、駅周辺も商業施設とか高層マンションが多くて、なんか住宅街っぽい住宅街もあんまないです。個人的に上野に住んでるっていう知人もいないので、やっぱりなんか上野は住む街っていうよりは遊びに来る街っていうイメージ持ってますね。そして中央通りを少し歩くとアブアブっていうティーンから OL 世代向けのお手頃価格な衣料品とか下着とかアクセサリー類が揃うショッピングビルがあります。で、この前の信号を渡ります。ちなみにこの中央通りをまっすぐ歩いていくと御徒町に続いて秋葉原にたどり着きます。秋葉原まで歩いて10分くらいですかね。秋葉原の紹介動画も過去にアップしているので、興味あればぜひそちらもご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。そして信号を渡った先にあるのが中町通りです。こちらはリーズナブルな飲み屋とかスナック、クラブ、風俗店など夜系のお店がぎっしり詰まっていて、サラリーマンたちで賑わうエリアですね。もう入った瞬間からスナック、キャバクラ、ガールズバーとか、あとラブホテルが目に入ってきて、夜の街全開って感じですね。夜になると結構客引きも増えてきて、東京でも屈指の治安の悪さと言われるエリアになります。チャイナパブとか韓国パブ、タイパブ、フィリピンパブとかね、多国籍な店舗が集まっているのもカオス味を感じますね。なので上野でもし飲んだり遊ぶときは客引きにはついていかないことと、あと事前にお店の情報や口コミを絶対調べましょう。ぼったくりバーとかかなりたくさんあるんで。
そのぼったくりって被害に遭っても警察行って被害届出したりとか、店舗側の悪い人たちと長時間あだこうだやり取りしないといけないんで、時間も精神的ストレスも莫大にかかります。なのでそんな消耗するくらいならもう悔しいけど払った方が気持ち楽だなっていう絶妙な心理をついてくる価格でぼったくってくるんですよね。5万とか10万くらいの。で最近はマッチングアプリがめっちゃ流行ってて、マッチングアプリで女の子の桜が男性を釣ってぼったくるスキームが流行ってますし、ちょうど上野公園でデートして夜に上野で飲もうよなんて言ってくる女の子には注意しましょう。もし女の子の方から店を指定してきた場合はもう店側とグルだと思っていいです。ということで治安悪い話はここまでにして、今度は 100% 爽やかな上野公園に行ってみたいと思います。正式名称は上野恩賜公園といいまして、1873年に政府が公園として指定した日本で初めての公園となります。この動画では呼び方は上野公園で統一しますね。で、上野公園はお花見の定番スポットであったり、美術館や博物館、動物園とかお寺みたいなさまざまな施設が園内に揃っていて、アカデミックかつ気品の漂う雰囲気を持つかと思いきや、一方でめっちゃホームレスが多いっていう一面があったりします。特にこの入り口付近なんかは昼間から酒飲んでるじいさんたちのたまり場になっていて、おしゃれデートを楽しみに来たカップルに最初の試練を与えてくれます。で、園内マップを見るとこんな感じで、見ての通りバカみたいにでかい公園です。数字で言うと約53万平米ありまして、よく言われる東京ドーム換算で言うと東京ドーム11個分くらいになります。よく広さを表現するのに東京ドーム何個分って言い方しますけど、そもそも東京ドームの大きさ知らんよって思うの僕だけですかね。皆さん東京ドームの大きさ知ってます？そんな話は、どうでもいいとして、上野公園を歩きながら園内の施設をざざっと紹介していきます。まず桜通りっていう、メインストリートっぽい道を歩いていますけれども、道の途中で左手に鳥居が見えたので寄ってみます。赤い鳥居が幾重もループしていて、なんか不思議な感じですね。で、鳥居をくぐりながら階段を降りていくと、花園稲荷神社っていう神社の本堂にたどり着きます。こちらは恋愛とか縁結び系の神様として有名ですね。上野の一つのパワースポットとも言われています。さらに階段を降りるとすぐ下にもう一つ五条天神社の本堂も併設されています。こちらはもう少し大きめなしっかりとした本堂ですね。で、こちらは医薬の神様だそうで、健康祈願にいいそうですね。ちなみに今回は稲荷神社の方から降りてきましたけれども、一応ちゃんとした入り口っていうか鳥居もあります。そしたらメインの通りに戻りまして、さらに公園の奥の方へ歩いていきますけれども、結構開けた空間に出ます。このスペースではよくイベントが開かれていたりとか、パフォーマーの方たちがいろいろと披露していたりと賑やかになるゾーンですね。で、そのサイドにはおしゃれなカフェもありますし、その反対にはスターバックスもあります。ちょっとここでコーヒーでも買ってベンチでゆったり休憩なんてのが上野公園の過ごし方ですね。そしてスタバの奥の方へ進んでいくと、日本一の入園者数を誇る動物園、上野動物園の入り口があります。上野動物園といえば皆さんご存知の通り、ジャイアントパンダがいることで有名ですね。現状パンダは日本の動物園では3カ所でしか見れないので、パンダ目当てでたくさんの人が上野動物園に訪れます。あと実は日本で2園でしか見れない、むしろパンダ以上に珍しいんじゃないかとも言えるオカピっていうシマウマと馬とキリンを合わせたような世界三大珍獣の一角もいますし、あとゾウとかホッキョクグマとかゴリラみたいな定番どころも揃っていて、現在だと500種類くらいの動物が飼育されています。そして上野動物園の横には東京都美術館が建っています。日本初の公立美術館ですね。この日は休館日でしたけれども、国内外のいろんなアーティストの特別展をやっているそうです。そしたらまたメインの通りの正面に戻って直進します。この辺は噴水のついた水辺があって、ここで座ってだべったりする場所ですね。
で見渡すとカップルも多くて、その周辺ではダンスの練習に明け暮れる若者とか、ジョギングで汗を流す人とか、あとスケボーでガーガーやってるような若者がいたりとか、なんかこう青春を感じるゾーンですね。でその先正面に見えている白い建物は日本最古の博物館である東京国立博物館ですね。この左側、向かって左手の方にすぐ日本の芸術系大学のトップである東京芸術大学もありますが、今回はちょっと右折して美術館とか博物館が並ぶ方を歩いてみます。で右折してすぐドンと立っているのが国立科学博物館ですね。日本最大級、日本で唯一の総合科学博物館です。日本館と地球館っていう2つの展示館に分かれていて、日本館では日本の自然と生き物、地球館では地球生命史をテーマに生き物や技術の発展について展示しています。360度のドーム型 3D 映画館シアター360っていうのがあるらしくて、迫力の映像を楽しむことができるそうで見どころになっています。そしてその先には東京文化会館っていう音楽のコンサートホールがあります。音楽あんま詳しくないんですけど、クラシックとかオペラの聖地らしくて、海外から大物とかが来日した際にはここでコンサートを開くことが多いみたいです。ちなみにその向かいには国立西洋美術館っていうのもあるんですけれども、館内の施設整備のために2022年の春まで休館工事中でした。そしてさらに進むと上野の森美術館があります。こちらは企画展とか特別展専用の美術館ですね。スラムダンクの井上武彦先生の漫画展とか、あと最近だと僕も行きたかったけど忘れてたキングダム展とか、若者にも人気のコンテンツの企画展なんかも時々やってますね。さて次々と行きます。今度は上野東照宮ですね。江戸時代に日本を統治していた徳川家の当主のうち、徳川家康、徳川吉宗、徳川慶喜を祀っているお寺です。ここは関東大震災とか第二次世界大戦でも焼失を免れたそうで、その意味もあって強運の神様として知られていて、あと出世勝利、健康長寿の神様としてなんかも信仰されています。特に受験とか就職みたいな合格祈願で人気の場所ですね。で建築物としても金箔を使った豪華な外観が特徴となっています。そして今度は約11万平米もある大きな天然の池、不忍池の方へ来ました。アヒルボートとか漕いでキャッキャするあの池ですね。公園の向こうに立っているタワマンの上級国民たちに見下ろされながらギコギコとボートを漕ぎましょう。そしてボートの池の反対側には一面がハスで覆われたハス池があります。あとこれともう一つカワウが繁殖しているウの池っていうのもあって、計3つの池セクションから成り立っているのが不忍池です。という感じで、上野公園をざーっと見て回ってみました。まだまだ細かいスポットは腐るほどあるんですけど、全部紹介しているとちょっとキリがないので、上野公園はこの辺で退散したいと思います。てなわけで最後は冒頭で後回しにした丸井の横の上野御徒町中央通りを歩きながら終わりたいと思います。この商店街も飯屋、飲み屋、パチ屋って感じで上野らしい雑多な空間ですね。先に紹介した思いっきり夜の街を形成する中町通りと比べると、なんとなくこっちのエリアの方が健全な飲み屋が多いっていうか、健康的な賑やかさを感じますね、個人的には。あと途中にあるこちらの麺どころ花田っていう味噌ラーメン屋のお店がすごい有名で、この日もぜひ食べたかったんですけど、ちょっと手狭な店内にギチギチに満員状態だったので諦めました。僕ぎゅうぎゅうに詰めて座るような密度高いラーメン屋がちょっと苦手で、なんか隣の人と近すぎると落ち着いて食べれないっていうか、なのでちょっと今回はダメでしたね。そんな感じで長くなってしまったのでまとめたいと思いますけれども、上野は交通のターミナル駅として利用したり、あるいは遊びがいのある街ではありますけれども、いざ上野に住むかってなると、平均的な収入の人にはちょっと家賃が高くて苦しいレベルの街かなって思います。公園の周囲の高級マンションとかに住めるなら最高なんですけどね。
それならまだ徒歩圏内の浅草の方面に寄った方がまだ安くて住みやすいんじゃないかなと思います。なので浅草もそのうちレポートしたいですね。という感じで今回は終わりたいと思います。もし動画をご覧の方で上野に住んだ経験のある方はぜひ実際の住み心地などコメントしてもらえると嬉しいです。ではまた次の街をレポートしたいと思います。ではでは。